こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回も香川県のアートな離島直島を紹介します。過去にもすごいアート作品を紹介していますので、よかったらこちらも見てみてくださいね。まずは直島幼児学園を紹介します。この施設は宮之浦港から本村エリアに向かう道沿いにあります。この施設は幼稚園と保育園が併設された施設で、竣工は幼稚園が1974年で保育園が1983年です。設計は石井和弘さんと難波和彦さんです。真ん中にマルチと呼ばれる広いスペースがあって、ここで自由に遊んでいました。その周りを囲むように教室が配置されています。そして人気だったのがこの場所。ここは中から階段で上がっていけます。景色も良く、冬は暖かくて夏は暑い。このプールも懐かしいですね。右側が浅くて左側が深いプールでした。小さいですが滑り台もありますよ。昔はこの柵もなかったんですけどね。続いて隣にある建物が直島小学校です。竣工は1970年で、設計は直島幼稚園と同じ石井和弘さんです。まずは象の象がお出迎え。確か私の記憶が正しければ、フェリーの屋上に設置されていた象を持ってきたとか来てないとか。この小学校は当時の直島町長である三宅信蓮さんが考えた直島文教地区で最初に完成した建物で、安藤忠雄氏がベネッセハウスなどの美術館建築を手掛ける前の直島建築の顔ともいえる建物です。直島がベネッセで有名になる前からこの小学校を見に来る人がいましたからね。ここは確か音楽室でしたね。小学校の時にこの音楽室でチコタン聞いたのがめっちゃ記憶に残ってるわ。皆さんチコタン知ってます？ちょっとググってみてください。なかなか衝撃的な展開ですよ。その隣は何室だったかなあ。確か私ここのガラスを小学校の時に割って怒られた記憶があります。もちろんわざとじゃないですよ。下のグラウンドからボールを蹴ったら当たって割れちゃったんですよね。さあ問題です。あの時計がついている一番上の部屋は何室でしょうか？正解は図書室でした。その図書室の下の部屋、滑り台を登りきった部屋はなんと職員室。隣の部屋は確か家庭科室だったような記憶なんですよね。まあ相当前の記憶なので間違ってたらごめんなさい。で、その隣の部屋は全然覚えてません。ここからグラウンドが見渡せるんですよね。右側の奥に野球のグラウンドがあって、小学校の目の前にはトラックがあります。芝生ではなく雑草ですが、今でも楕円形で残ってるってすごいなーって思いますね。でもトラックって走ってしんどかった思い出しかない。横から見ると斜面と校舎の傾斜がきれいに揃ってますね。今初めて気がつきました。こういうのって子供の時には全く気にしてなかったのに、今デザインという観点で見るとすごいなーって本当に思いますね。この奥に見える屋根のついた場所は手洗い場とウォータークーラー。この建物は給食センターです。幼稚園は給食センターを別に持ってたんですが、ここの給食センターでは小学校と中学校の給食を作っていました。今もなのかな。中学校はこの奥にあるので、大きなコンテナに入れて生徒が運んでいました。たまにそのコンテナがひっくり返るという事故も。その奥にはプールがあります。授業でももちろん使ってたし、夏休みにも泳ぎに来てたな。奥にあるプールが浅くて低学年の時に遊んでいました。この奥に見えている建物の右側が
直島中学校の校舎で、左側に見えるのが体育館です。ここから階段を降りてグラウンドに行くことができます。あ、見えてきたモニュメントって私が子供の時にできたんですよ。あ、思い出した。マラソン大会って今見えているところをぐるーって回るんですよ。この広いグラウンドの端っこをぐるーって。まあそれも良き思い出と言いますか、改めてこんな大きなグラウンドって普通じゃないよなーって思いますね。ちなみに中学校は中学校で別にグラウンドがあります。あ、つくしが生えてますね。滑り台のような傾斜が特徴的な中央入り口、そこから両翼に広がる真っ白な校舎、宇宙船や要塞とも例えられるその外観は強烈なインパクトを与えます。校舎は地区周辺の景観を尊重し、裏山の傾斜に馴染むような外観となっています。校庭から校舎の最高点までの高さは18メートルもあるそうです。これは5階建てビルに相当する高さなのですが、確かに一番上の図書室からグラウンドを見るとかなりの高さを感じます。まるたびチャンネル。さあ、ここからは直島の観光客があまり見ることが少ない景色を紹介していきます。今いる場所はここです。皆さんはほとんど下の道を進むと思いますが、今回は上の道を進んでいきます。この先には知る人ぞ知る絶景ポイントがあるのを皆さんは知っていますか？時々自転車で登っている人を見ますが、かなり大変だと思います。上り坂がかなり急なのと、次の目的地までの距離がなかなか長いことですね。だからこそこの動画を見る価値はあると思いますよ。この道から見える方向は南側、香川県方向が見渡せます。夜には高松市のネオンも見ることができますよ。あ、ただ気をつけてほしいことがあります。直島には野生のタヌキやイノシシが生息しています。特に夜は襲われないように注意が必要です。バイクに突進してくるイノシシの話も聞きますので気をつけてくださいね。だいぶん上がってきました。皆さん早く左側を見たいと思っていたでしょう。早く左向けって叫んでたでしょう。はい、お待たせしました。もうすぐ絶景ポイントに到着です。ここです。ここ。さあ着きました。私の大好きな絶景ポイント。ここには見どころポイントがまだあるんですよ。ここ、猫バス停留所。これは昔直島を走っていた町営バスのバス停にあった看板を集めているんですが、作家さんの美術作品というわけではなく、島の子どもたちが作ったとのこと。本当に猫バスが出てきそうな場所なんですよ。かわいい絵にほっこりしますね。この道を進んでいくと有名な地中美術館があります。こちらは以前の動画で紹介しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
ここからは直島ダムに向かって進んでいきます。直島ダムは昭和43年までは直島の水がめとして活躍してきました。昭和44年10月以降は岡山県玉野市から海底導水管を使って水をもらえるようになり、直島の渇水問題も一気に解決されたのです。ただ過去にはタンカーが海底の導水管を怒りで引っ掛けて破損させたりと事故も起こっているようです。直島ダムのところには大きなゴミ箱の作品があります。ここは一度立ち止まって見てみてくださいね。詳しくは過去の動画で紹介しているので、こちらもチェックしてくださいね。それでは出発します。この道はダムに沿って伸びていますが、道幅が狭いのとガードレールがないので、特に夜間の運転には注意が必要です。ただ夏場はカブトムシやクワガタが結構いるので、捕まえに訪れる人もたくさんいます。昼の間に木の幹に蜜を塗っておいて、夜に見に来ると蜜に集まった虫を捕まえることができます。ただハチなどの有害な虫もいたり、先ほどお伝えしたタヌキやイノシシの危険もあるので、そこは気をつけてくださいね。これから本村エリアと文京エリアの間のメインストリートに抜けていきます。ここは昔から湿度が高く薄暗いイメージの場所ですね。夏場はセミがたくさん鳴いている場所です。さあメインストリートに戻ってきました。今走っている場所はここです。島内で2つしかない信号を右折します。ここを右折したことがある観光客の人は少ないんじゃないでしょうか。ほぼ全ての人は港方面に行きますよね。なぜならこっちには何もないから。この広い場所は塩田跡地です。皆さん塩田ってご存知ですか？海水を汲み上げて乾燥させて塩を取る、そういうことを行っていた場所です。昭和初期で製塩は一旦終わったようなので、私の記憶ではここで塩を作っていたっていうのはないんですけどね。もともと直島諸島は卑弥呼の時代から製塩が行われていた証拠が残っており、国の史跡に指定されている製塩遺跡があります。現在直島の海から汲み上げられた海水を完全天日で作っているそら塩という商品があります。海の駅などで販売していますので、ぜひ買って帰ってくださいね。ここは直島で一番長い直線道路です。右の浜はかなり遠浅になっていて、昔はここで潮干狩りができていました。アサリやシャコエビなんかが取れていたんですけどね。今では全く取っている人を見なくなりました。この交差点より奥は三菱マテリアルの敷地となりますので、基本的には立ち入り禁止です。工場内になりますので、観光客の方は立ち入らないようにしましょう。右側には下請け会社の事務所が並んでいます。この辺りは夏になるとトンボがたくさん飛んでいます。おそらく工場の貯水池で孵化したトンボたちだと思います。オニヤンマとかをよく取りに来ていました。この辺りは僻地区といって三菱マテリアルの社宅がたくさんあったところです。今は何も建物がなくなってしまいましたが、昔はかなりの人がここで生活をしていました。ここは西の上地区。ここも社宅でいっぱいでした。奥に見える大きな建物が県営住宅です。昔はあそこにテニスコートがあったんですよね。あ、正面に見えてきました。直島でたった2個しかない信号のうちの1つ。これで完全制覇です。ここからちょっと右
に曲がってみます。左には貯水池があり、よく亀が甲羅干しをしていました。左には昔病院がありました。精錬所病院って呼んでました。よく歯医者に行ってましたね。正面に見えるのが三菱マテリアルの正門です。ここからは進めないので U ターンして戻ります。直島は北側の大半が工場地帯になっていて、そのほとんどが三菱マテリアルの関連工場です。直島精錬所は大正6年1917年に設立されました。現在は銅精錬をメインとしながら 4N と呼ばれる純度 99.99% 以上の金インゴットを製造しています。正面に見えているのが精錬所体育館です。下には直島生協西の神分店があったのですが、今はやってなさそうですね。この右上にはすり鉢谷グランドといって大きなグランドがありましたが、ここも変わってしまいました。ここから鷲の松地区に入ります。ここも左右に社宅が並んでいたのですが、今では右側にはフットサルコート、弓道場や道場などが新しくできています。左に見えるのが直島生協本店です。島民の生活の柱と言っていいでしょう。ちなみに今走っているのはこの辺りです。ここからは宮之浦地区に入っていきます。宮之浦地区にはすでにご存知の通り港があり、直島の玄関としての役割があります。そのため飲食店や商店なども他の地区と比べて多くなっています。島内で最も栄えていた地域と言っていいと思います。郵便局、文房具店、焼肉屋、パチンコ、個人商店や和菓子屋、カメラ屋、理髪店、ガソリンスタンドに本屋といろいろありました。一部は今でもリニューアルして残っていますが、かなり変わってきていますね。新しいお店や宿泊施設も増えてきています。さあ、宮之浦港に戻ってきました。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。これからも旅の情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録して新しい情報をゲットしてくださいね。